皆様こんにちは。私はできる日本語プロジェクトリーダーの島田和子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではノンネイティブティーチャーのためのできる日本語説明ビデオ3、漢字卵って楽しいを始めます。この3つのパートからできています。1、3つの柱と3つの分け方です。2つ目、課の進め方。そして3番目は漢字が好きになる方法です。まずは3つの柱と3つの分け方です。3本の柱は何ができるかがはっきりしている。2本目、漢字が使われる場面を大切にする。そして漢字の覚え方を学習者が工夫するです。一つ例を見てみます。参加、いつどこでを見てみましょう。こうなっています。can do を見てみますね。イベントのお知らせを見て行われる年月日、曜日、時間が分かり読むことができるです。そしてどんな場面ですか？雑誌を見ています。これは映画のページです。ということで、タスクをしていきます。はい。そして、はい。もう一つ見てみます。2課、買い物ですね。はい、できること具体例があります。ちょっと大きくしています。スーパーの広告などから肉の種別が分かり読むことができる。ですから牛肉、豚肉、鶏肉というのが読める漢字として出てきています。はい、英語もついていますね。はい、これはすべての課についています。次は3つ目の柱ですね。漢字の覚え方を学習者が工夫する。ちょっと例を挙げてみます。100。これは2課で勉強する漢字ですが、ある学生さんはこれだと思ったそうです。ロープウェイですね。100のなんか漢字に形が似ていませんか？そしてある学生さんはこの中に100人いますというようなことで覚えました。それから妹、これは8課です。こんな風に言いました。妹の服です。スカートです。と言って、こんなものを書いてくれたんですね。はい。それぞれ学習者が覚え方を工夫してください。そんなことを大切にしている本です。はい。では、教科書の中の楽しく覚えようというところをちょっと見てみたいと思います。このページは音と意味が隠れている漢字がテーマです。つまり意味を表すパーツと音を表すパーツがありますね。そこを意識することがとても大切だと思います。このページは例えば語、字、週、右側のこの、漢字が音を表していますね。そして例えばクエスチョンの2を見てください。手帳、洗濯。手帳は帳は右側の帳。2番の洗濯の線は右側の線というのが音を表すパーツですね。なんだか楽しくなってきましたね。そして、漢字も楽しく、そして、簡単というか覚えられると思います。はい、次もう一つ見ておきましょう。これはみんなのアイデアです。はい、一つは、こういうことですね。一つはパーツに分けてストーリーを作っています。それから下はイラストですね。こんな風に学習者自身で考える習慣が大切です。はい、次は漢字の3本類です。3つに分けました。A、読み方と書き方を学習する漢字。読めて書けるようになってほしい漢字です。B は意味と読み方が分かればいい漢字です。書けなくてもいいというふうにしました。後になって書くことができるようにしてほしいんですよ。でもこの段階では
いいというふうな意味です。最後 C はサインとして意味が理解できれば良い漢字で、読み方と書き方は分からなくてもいい。このように3つに分けることで学習者の負担が少なくなります。減ります。では見ておきましょう。具体的な例です。A、B、C ですね。で、2課、買い物です。このようになっていますね。はい、ちょっと大きくしてみました。A は読めて書ける漢字。B、これは先ほども出しました。読めればいい漢字です。C は3、引き、酒とありますが、これを見たら、サインのように、アルコールだ、ディスカウントだと分かればいいということですね。はい、これが漢字卵初級の全体像です。例えば牛肉、豚肉、鶏肉 B でしたね。でも7課になると肉が出てきます。それから酒は2課で C でしたね。それが7課になると B になる。こんな風に段階をうまく作っているという風になります。はい、少し例を挙げてみました。では漢字卵が大切にしていることです。これも3つ挙げました。1、教師が教え込むのではなく、学習者自身が学び方を学ぶことが大切です。2番、日本にいる人は周りにある漢字に関心を持つことが大切です。いっぱい周りにありますよね。そういうものに目を向けてください。漢字の勉強がもっと楽しくなります。そして海外にいる方も、その自分の身の回りのものを、その言葉を漢字にしたり、インターネットを使ったりして楽しんでください。3番、漢字学習は楽しいと思うことが大切ですね。これが何より大切だと思います。はい、では次に課の進め方です。4つあります。まずはタイトルページ。できる日本語本冊では扉と言っていたところですね。同じようにタイトルページ、扉があります。2番目、提出漢字 A、読める漢字 B、見てわかるという漢字が C というふうになりましたね。ここに出ています。そして次が3と4は練習です。まずは書いてみよう。これにもいろんな工夫があります。そしてやってみよう。これは実際に、の場面を、元にタスクをするということになりますね。自分でやってみようっていうところですね。はい。では1から見ていきます。これがタイトルページです。2課のタイトルページです。その課で学習する漢字が入っています。どんな場面で使われるのか、何ができるようになるのかを考えます。そして知っている漢字があったら、どこでどんな時に見たのかな、どんな意味だろうと考えてみてください。で、これは白黒の、優しくした、チラシですね。そこでネットを引くとたくさんチラシが出てきますから、皆さんもこんな風にごく一部を取ってみましたが、使ってみてください。楽しいですね。お肉の日、お魚の日、いろいろあります。こんなものを見てもらいながら、早くこれが読めるようになりたいと思うように仕掛けてください。はい。2の A ですね。2の A は提出漢字です。読めて書ける漢字です。漢字の覚え方を考えながら練習します。先ほどもお話をしましたが、漢字卵の中にもちゃんとヒントがたくさん出ていますので、それも使ってください。そして自分の漢字の学習方法を見つけてください。ちょっとここを見てください。ここは何も書いてありませんね。マイスペースと言います。
ここに自由にある方はここに覚え方のイラストを描きました。ある学習者は、ここに、意味を書きました。いろんな使い方をしてください。自分のスペースです。ここもマイラインです。文を書く人もいます。いろいろです。はい。やはりそうやって自分に合った勉強の仕方をしてほしいと思っています。そしてここですね、ポイントと書いてあります。どっちがいいということで、いろいろポイントが書いてありますね。はい。ここでしっかりと覚えてください。はい、2の B です。これは読めればいい感じです。何度も出てきましたね。牛肉、豚肉、鶏肉。ここは、書かなくていい、書けなくていいわけですから、それよりもきちんと読めるようになってほしいんです。牛肉ではなくて牛肉ですよね。豚肉ではなくて豚肉です。そんなことに注意をしてほしいと思います。はい、2の C は、これは、あれですね。見てわかればいいから、アメリカ産というのを見たら3は読めないけど、プロダクト。10%、でも、10% オフ。ディスカウントだ。次の酒は、これアルコールだ。っていう風に分かればいいんですね。はい。そんな風にできています。はい。先ほどちょっと忘れました。ここですね。どっちがいいのところ。そして間違いやすい読み方は気をつけてください。下は読むことも書くこともいりません。ということですね。はい。次は3です。書いてみよう。練習ですね。それもただ書いてではなくて、いろんなやり方をしました。パーツに分ける。パーツから漢字を作る。意味でグルーピングする。音読みと訓読み。いろんな風なことを考えました。これは2課の書いてみようです。はい、次やってみようですね。これは実際の場面に近いものをやってみます。自分の力でチャレンジですよ。私はよくこの1番、あなたは買い物に行きます。お財布の中はいくらですかというのを、これはイラストですので、自分のお財布を持ってきて、そしていろんな数をお金を入れて出したり入れたりしながら数の練習にもなって、面白いっていう風になりますよね。そんな工夫もいいかと思います。次は、あなたはコンビニに行きました。ジュースを買います。A ですか B ですかというと、 B はお酒という C の漢字がありますから、違う A だと見つけることができるんですね。はい。もう一つ見ますね。これは3番ですが、CD を聞きながらチラシを見ます。漢字をヒントにしてどちらのスーパーがいいか考えますとあります。見てください。目の印。これでまずはスーパーの広告をざっと見ます。そしてなるほどと思って、じゃあ聞いてくださいということで、このチラシを見ながら会話を聞くんですね。そして答えを選ぶということになります。じゃあちょっと聞いてみてください。スクリプトも載せましたので、こんな風な会話なんだなっていうことで、途中までですが聞いていただきます。第2課、買い物。やってみよう。3。どこのスーパーへ行きましょうか。そうですね。今日は肉とフルーツを買いますが、どこが安いですか？そうですね。牛肉を買いますか？牛肉はここがいいですよ。そうですか。でもちょっと高いです。鶏肉は。はい、ではまとめです。漢字卵のまとめです。タイトルページ、提出漢字 A、そして読める B、見てわかる C がありましたね。そして練習が1と2、書いてみよう、やってみようでした。はい、1、扉、2、
の A ですね。そして B と C がありました。それから書いてみようがありましたね。で、やってみようのこれは1番でした。こんな風になっています。今全体像をもう一度見てみました。はい。ではここから漢字が好きになる方法です。一家に入る前に漢字の特徴を知ってください。漢字って面白いと思ってくださいね。そのために一家の漢字はこれなんですね。私、これは漢字を使って自分のことを書くことができるなんですが、私はアメリカ人です。22歳です。日本語学校の学生です。全部入っていますよね。そんなことでこの9つの漢字が一家の漢字です。これをちょっと見ておいてくださいね。そしてこういう工夫をしたんです。一家に入る前に漢字の始まり、漢字の基本というページがあります。そこでこれを一家に出てくる漢字を全部出したんです。だからまずこの漢字の始まりと漢字の基本で面白いと思って一家に入った時にわあ見た見た見たってなるからちょっと負担感が少ないんですね。はい、そんな仕掛けがあります。では漢字の始まりと漢字の基本を見てみましょうか。はい、漢字の始まりです。さっき言いましたがここに人と日が入っていますね。一家の漢字です。で、そしてここではこの絵から漢字ができたということを知ってもらうんですね。こんな風になっているんだというふうに思ってもらいます。それからここを見てください。記号のような漢字。1、2、3。1、2、3。こんな風に書けばいいんだ。優しい優しい。と思いますね、学生さんは。皆さん、4はどうしますか？ 4 というと、こんな風に書くんですね。また1を足します。いや、違います、違います。こうです。覚えなくてもいいんですね。ちょっとこの話をこう頭に入れてもらいます。そして5もやっておきます。これが5です。5。それをどうしてやるかというと、日本語の5というのが大切なんですね。そしてここに口がありますね。そして5も後で大切です。ということで、これをやりました。はい。この口、この漢字はどれという形でこの口というのも出しています。そして5も出してということで後で使いたいパーツなんですね。はい。では次の漢字の基本です。ここにはたくさんの一家の漢字、残りの漢字が入っていますよ。本、語、学、生、公、私、才ですね。はい。ということで、これはそれぞれ、読み方にはいろいろあるとか、左から右に、書くんだというような、そんなことを、載せているんですけど、詳しいことはいいとして、私たちは特にここですね。漢字を切ってみようというところに、目を向けてもらいます。ちょっと大きくしてみますね。はい。そして、クラスレッスンでしたら大きな紙にこれちょっと拡大して大きく拡大をしてハサミで切ります。学習者の前で切ります。プライベートレッスン、グループレッスンだったら学習者の方に切ってもらうといいかもしれませんね。はい、こうやって3つのパーツからできているんだ。そしてさっきも出てきましたね。この5という漢字があって、これは読み方が5ですよね。そんなこともちょっと知ってもらうというふうなことを考えています。パーツの意識化です。本当に早い段階からパーツがあるんだ。そしてこんな風に考えればいいんだっていう風に興味を持ってもらいます。はい、漢字の覚え方の工夫です。この書き方のところ、書いてみようのところにいろんなものが出てくるってお話をしましたが、例えばパーツに分けたりまとめたりと
ということがあります。他と力を合わせると男ですよね。東は何と何からできていますかというふうに、こう考えながら、書く練習ですね。はい。そしてパーツでまとめるというのもあります。これは初中級ですね。そしてパーツに気をつける。ただ書いて覚えるのではなくて、パーツに気をつけながらその漢字を書いてみる。こんなこともあります。そして音と訓ですね。これも音訓ってやるんではなくて、この例えば1番を見てください。音楽という学という字を書くと横に行くと楽しいです。丸には海が入りますね。海で泳ぐ。そして縦に行くと海外です。こんな風に覚えます。読み方で、グルーピングする同じ読み方ということですね。はい、そんなものもあります。これは初中級です。はい、さっきも出てきましたが、ストーリーで覚える、イラストで覚えるというのがあります。ストーリーで覚えるは親というのが例で出ていますが、あとは自分で考えてくださいというふうになっています。皆さんだったらどんなふうにしてストーリーを考えますか？そしてイラストで覚える。これも皆さんが自分で考えてください。でもちょっと例を出しました。はい。これはサイトの中のできる日本語広場というサイトがありますね。その中に、漢字卵のヒントエンドポイントという教え方ガイドのようなものがありますので、そこにもこういうものが載っています。自由にダウンロードできますので、ぜひ使ってみてください。参考にしてくださいね。はい。では、使うときに気をつけたいことです。これも3つ挙げました。漢字卵はできる日本語本冊より少し遅れて入るようにしています。それはクラスによって1課だったり3課ぐらい遅れる場合もあると思います。それはどうしてかというと、一緒に勉強する終わってすぐよりはもっとちゃんと定着して知っている漢字を漢字にするっていう楽しさ、もう言葉も文法もしっかり身についていますから、それをただ習ったことを漢字にするっていうことは楽しいですよね。楽ですよね。学習者にとって負担が少なく楽しく学べるということです。後でちょっと授業のビデオも見ていただきます。はい。2番。ただ漢字を練習するのではなく、漢字の学び方を学ぶことを大切にします。さっきも最初のあたりでお話をしましたよね。そして3番。授業でも多方向の対話を大切にした漢字の学習方法を考える。授業でのことですが、教師と先生のやり取り、これも大切ですが、学習者同士、先生と学習者もいろんな方向、多方向で一緒に考えて発話していく対話を大切にしてください。本当に授業が生き生きとしてきます。はい。お待たせしました。ここからちょっと、ビデオを見ていただこうと思います。8課、家族のこと。長いビデオの本当に2、3分ですが、そこを見ていただきます。これどうやって覚えますか？メイクストーリー、どうぞ。話を作ってください。はい、どうぞ。水さん、家は何ですか？うち。これ？うち。はい、水さん、うちに？うちに？家族と。うちで家族と豚肉を食べます。豚肉、きょうさんどうして豚肉を食べます？どうして豚肉を食べますか？これは豚です。ありがとう、きょうさん。うちで家族と豚肉を食
食べます。これは家です。家族の家。いいね、いいね。みんなに誰？あ、けいこさん。いいね。これは兄の顔。これは兄の顔です。わあ、すごいね。兄は足が長い。ですからこれは兄です。もういいですね。素晴らしい。これはダメだよ、皆さん。これはダメだよ。足が短いですからダメ。兄は足が。はい、できる日本語本冊は11課を勉強しているクラスなんですね。今見ていただいた、クラスです。ですから覚え方を伝える時にも8課で習った文型や言葉がどんどん出てきます。兄は足が長いですとか、これは兄の顔ですというようなことが学習者から出てきましたよね。これは8課の学習項目なんです。そんなものを使いながら覚え方を自分で考えるということで少しずらすというふうにしています。はい、これは本冊ですね。はい、本冊を使っていらっしゃる方はこのように少しずらしてください。で、豚と言ってましたね、ビデオの中でも。これはできる日本語本冊の2課、買い物食事で出てきた言葉なんですね。そして漢字としては漢字卵で、2課で B 読める漢字でしたよね。豚肉というのがあったと思うんですね。だから家という8課の漢字を見ても学習者は豚と言ったんですね。はい、やはりパーツはとても大切です。それから、今ここにできる日本語本冊の2課で出てきた言葉、もちろんここでは、漢字はフォーカスしていません。漢字卵のところで、B で出ましたけれども、でも教科書をちょっと見てみましょうか。こんな風になってるんですね。ですから、豚肉という言葉でやっていますが、すみません、これは何の料理ですか？それは豚肉の料理です。豚肉というふうにつながっていますが、ここにも豚肉という漢字が出てきてルビが振ってあります。そして練習問題に豚肉、鶏肉、牛肉と全部出てるんですね。ですからもう一度教科書で見ている、そういう感じになるんですね。その辺のリンクも、うまく、できていると思います。はい、ここで学習者の声を一つだけお伝えしたいと思います。ジョハンさん、インドネシアの学生さんです。はい、この学生さんなんですね。漢字が大好きなんです、彼は。はい、漢字は友達って漢字が大切。楽しく勉強するには漢字を分解してみるといいと思います。例えば語は語、口、言うでしょ。それぞれ意味があるからそれを考えると楽しくなってきますとワクワクしながら話してくれました。はい、一つご紹介しました。はい、これで漢字卵って楽しいと説明ビデオを終わります。